詩人でダンサーのトレジャー G さんが絶対に笑っちゃいけない詩の朗読。タイトルは自然治癒力。アーティスト、絵描きの画家のおじさんが今このタイミングでみんなの前でマスクをつけずに咳をした。ゴッホゴッホゴッホ。免疫力が強くなる。命の力が強くなる。自然治癒力を高めよう。詩の朗読。タイトルは自然治癒力でした。どうせ命はへめぐるの。敏感炎症排泄疾患、敏感炎症排泄疾患、敏感炎症排泄疾患、こればっかりです。人のあらゆる活動にこの命へめぐる4つのパターンっていうのは当てはまります。人が力を合わせて何かをするとき、祭りをするとき、必ずこれが起こる。まずお互いにそわそわします。ドキドキします。ハラハラする。それでだいぶ仲が良くなってくると、お互いに今までね溜め込んだいらないものをお互いに手放す必要が出てくる。そんなものを抱えていたら一緒に力を合わせて前に進めませんよっていういらないもの、余ったもの、毒素を排泄して前に進む必要があるんで、お互いにおめさん何言ってるだ、なこと言われたって分かんねえわい、おめさんこそ何言ってるだ、何言ってるだかな、わしらは何言ってただか、みんなのこと忘れてたな、みんなちょっとこういうふうにやってみるのはどうかねって言って、みんなで進んでいくにあたって、みんなで力を合わせていくにあたって、いらねえちっぽけなこだわりを、水たまりみてえなちっぽけな考え方を捨てる必要があるだ。だってお互いに話し合って炎症を起こして、時には大きな声出し合って、お前さんちょっと待った、それちょっと待った、他にこっちの方で言いたいことある人がいるで、ちょっとおめさんばっかり話してないでちょっと待ったって大声で言ってる人がいるのね。お互いに炎症を起こしてるだ。そしてお互いに炎症、その通りだわい、賛成だわい、わしもそれは賛成だわ、ちょっと待った、こちらの意見も聞いてみるべ。こういう具合にいろんなところでこう炎症をみんなで起こして、それでいやーそこまで気がつかなんだな、そんな風に辛い思いしてただなって泣く人とかが出てきて、村全体で、そしてみんなで緩んで、ああ今みんな分かったなって、お互いにみんなの気持ち、お互いにみんなの気持ち分からないでただな、泣いてよかったなって緩んで、そういう集まりをしてただ村の衆は。最もこの稲で神聖なのは、寺でも神社でもなく、人が集まって時を過ごすっていう、こうって言われる集いの場だっただ。だから集ったっていう記念に石碑を建てただ。あの時みんなで集まって心を通い合わせた。みんなで言いてえ放題言ってやりてえ放題して、ちょっと傷ついたような気がしたかもしんねえながら、その後みんなで泣いて緩んで、それでみんなで大笑いしたなって、みんなで大声出して祭りしたなって、それ以上に生きていて素晴らしいことはねえで、それがずっとそういう時を子孫代々持っていけるように、この記念碑を建てたな。だからわしらが住んでる稲にはあっちこっちにその庚申講の石碑が立ってます。みんなで集まって敏感、炎症、排泄、弛緩をみんなで一緒に楽しんだだ。これが家族。これが大家族だと思います。だからどれかが一人で勝手につっかえて闇の循環に入っていく必要がねえだよ。お互いに話して、どうもここが自分は違和感感じる。どういうことだいって話したら、お互いに炎症を起こして、お互いに排泄して、お互いに緩むことができる。夫婦同じだでね、これは。夫婦。これが、真夜中過ぎの一晩限りの恋とかになるとどうなるかっていうと、出会った、敏感、ワクワク、ときめいた、ドーン、二人、バーン、ドーン、合体、
いらないものを排泄っていうか、余ったものを排泄ドピュッ、それでお互いに緩んだ、さようなら。こういうこともあるかもしれない。一晩限りの恋であっても同じかもしれない。必ず命が盛り上がるときには、命が盛り上がってる最中には遅れて笑いが出てきてるこの命が盛り上がってるとき、命が今生きてるなって感じられるときっていうのは、必ずこの敏感、炎症、排泄、弛緩、センシティブ、インフラメーション、デトックス、and feeling easy、 この4つをずーっとへめぐるだ。惚れる、晴れる。晴れたら晴れるって知ってるもんで、昔の人はここに晴れるって言葉を作ったら、惚れる、晴れる、抜いて出して緩む。惚れる、晴れる、抜いて出して緩む。この表を作って、今はここって針で示してもいいで、家族全員自分の針をそこにこう貼っといて、自分は今炎症中、自分は今穏やか中、弛緩中みたいな、このトイレに、針はなくてもいいわ。見りゃわかるで。それぞれこうトイレにこの表を貼っといていいと思う。敏感、炎症、排泄、弛緩。恐るるにあたわず、見たから開いて、なるべく楽しく嬉しく面白おかしく敏感、炎症、排泄、弛緩をへめぐっていきゃいいだ。それをな、炎症と排泄を恐れる臭が多すぎた。命がせっかく熱出していらねえ毒素を排泄しようとしてるときに、抗生物質を飲むなやせっかくの毒素を排泄できなくなって命が苦しんじまうで。命がへめぐってたら楽しく手助けしてやれや。止めるなや、抑圧するなや。だで抗生物質を飲んでる衆はがん、うつ病高まっちまうです。だいたいアンチビオテックって生命に対してアンチやっててどうするだい炎症を止めたりしねえ。炎症は楽しくお手伝いする。で排泄する。せっかく排泄してるだよ。せっかく宿便排泄したらお腹すっきりさ。腸壁にへばりついたドロドロの古いうんこのカス、お腹下して排泄できたらすっきりさ。それをせっかくお腹を下してるつに腹下し止めを飲むなや。おめえせっかく出したうんこを肝腸でもう一度大腸の中に戻すだかや。それが下痢止めだでね。排泄させてやれや。せっかく泣いてる人がいたら、その目ん中に泣いた涙をスポイトで戻すようなことしたりしねえで、つまり泣くのを止めさせようとかしねえで、泣きゃいいだ。ようやく泣けたなって言って、喜んで見守ってりゃいいだ。排泄を阻止して命の心地よい流れを止めるなや。せっかく咳して出してるだで、痰として出さなきゃどうするだ。外に排泄しないでどうするだ。ゴッホアルルの羽ばしバシバシ。もうその排泄を阻止するような、そういう命に対するアンチはじいさんが許さねえ命がせっかく炎症を起こして排泄したがってるだ。いらねえもの余ってる毒素、いらねえもの余ってるもの毒素、いらねえもの余ってるもの毒素、排泄して命はすっきり晴れやかになってるだ。だでせっかくだから楽しく嬉しく排泄したらいいだ。でこれをしているのがいわゆるアーティストさ。はい、ベストセラー作家。わしのトレジャーじいさんの書いた本が文庫に入ってます。千曲書房の千曲文庫に入ってます。
その本をアンソロジーに入れてくれた編者の一人が宮部みゆきさん、ベストセラー作家。あの方は一人で敏感になってゾワゾワそわそわハラハラしておいて、登場人物たちが猛烈に炎症を起こし怒り、そして登場人物たちが泣き、そして穏やかになっていくプロセスを全部自分で全てを小説に込めて、しかも印税までもらってるだい。アーティストってのはそういうもんさ。もういろんなアート作品見りゃいい。フランシス・ベーコンの絵、敏感、炎症、排泄、弛緩、全部が一枚の絵の中にバーンぶち込まれてる。例えば YouTube 動画、このトレジャー G さんのトレジャーミ、もう G さんいつも穏やかにこうやって話をする人じゃありません。わははははな時もあるし、敏感炎症排泄のプロセスを阻止する者は許さんみたいに吠えてる時もあるし、でたまにエモくなって泣いてる時とかありますね。思いっきり楽しませてもらってます。楽しんでしまえばいいだ、抑えないで。でなるべくなら晴れやかな方で命へめぐる。ワクワクする。ワクワクドキドキする。そして盛り上がる。いけー、やってやるぞー、やっほー、盛り上がる。そして感動する。なんか恋しちゃったっていうか、感動してこの思いどうしていいかわからねえ。3歳のね娘とかもね、ジブリ映画見てこうやってこっそり泣いてたりする。胸がいっぱいになってるだ。はい、排泄してますね。胸のつっかえ、泣いて胸のつっかえ排泄してるね。それで緩んで生きてるだけでいいわ。存在してるってだけで全てウェルカム。人生は素晴らしい。でぼーっとしてるかと思や、また何かにそわそわし始めて、この音楽イケてるとかなったりしてね、そうやってへめぐっていくのが晴れやかな命のプロセスだで、その反対の闇の循環、イライラ、ムカムカ、てめえこら怒りに任せてぶち壊す。それでぐじぐじドロドロ排泄する。もうなんか嫌になっちゃったってだらーっとだらけてる。これは闇の闇雲循環。命としてはこんなへめぐり方はしたくねえ。だで晴らしてくだ。晴らしながらなるべく楽しく面白おかしくへめぐるだ。どうせ命はへめぐってるもんで。こっちにいるよ。こっちにもいるよ。はいはい。銀杏あげたよね。銀杏。神様のとこで。食べたよ、パク。パクって食べてるね。じゃあここの鯉さんたちは何を食べるのかにゃ。タンポポな鯉さんにあげてみよう。食べると思うよ。だってこれ人が食べても美味しいから。鯉さん、タンポポの花いきます。あれ食べないね。すぐポンってあげてみ。あれ美味しいのに人気がないのね。たーちゃん食べられるの知ってる？これ美味しい？たーちゃんはどうかな。たーちゃんまたにしよう。これはポン。食べないよ。食べないね。
みんなにいっぱい浮かべたら綺麗だよね。食べた今見た？食べて吐き出したな。お口に合わなかったようですね。あ、そっち行った。たーちゃんも中入ったら？中入っているのダメ？だってお洋服脱げる。じゃあお洋服脱いで入ったらどう？お洋服脱いで入ろうか。パパ入ろうか。パパお洋服脱いで入ろうか。お風呂じゃないよ。はい、お風呂じゃないですね。じゃあそっち行こう。